こんにちは、ホーズライフです。ご覧いただきありがとうございます。今日はミニマム化して良かったアイテムベスト10ご紹介してみたいと思います。私自身ミニマリストを極めているかといったらそうでもありません。ですが、だいたい3年かけて家の中のものを8割程度を手放した我が家。自分の中のミニマムを目指す。じっくり暮らしと向き合ってきました。そんな私が考えるミニマム化して良かったもの、独断と偏見でシェアしていきたいと思います。まずは10位、バスタオル。地味ですが減らして良かったです。バスタオルって結構かさばりますよね。我が家は2人暮らしなんですが、以前は2人で 4,5 枚のバスタオルを持っていました。よくミニマリストさんのお話で、バスタオルは手放してフェイスタオルで代用していますというお話、耳にすることがあります。うちもそのスタイルにしてみようって思いまして、バスタオル隠してみたことがあったんですが、もう初日から値を上げてしまいました。お風呂上がりはどうしても大きなタオルに包まれたいということで、バスタオル自体は手放さず今も使っています。ミニマムにしたのは枚数の方です。1人1枚にしました。2人暮らしなので今あるのは2枚のみ。初めは予備がないことに不安もありましたが、案外なんとかなるものですね。毎日朝洗濯をして外に干しているんですが、バスタオルを使うのは夜なので乾かないということがないです。たまに洗濯をサボる日もあります。そういう日は諦めて2日連続同じタオルを使ってしまってます。なんか嫌って思ったらフェイスタオルを使えば OK。 狭い空間だからこそタオル2枚分の余白がとっても広くすがすがしく感じられる。減らしてみてよかったです。次は9位、本や雑誌。本や雑誌って意識をしないと一生かけて溜まっていくものだったりしますよね。私は2年前に本棚を整理したんですが、大して読書家でもない私でも読まない本がわんさか出てきました。昔買って一度しか読んでいない本、古い情報誌、今見てもインスピレーションが湧かない雑誌とかレシピ本、懐かしいなーって当時の記憶を遡りつつ、今読まないものは思い切って手放しました。片付けで意識したことは、過去でも未来でもない今の自分に焦点を当てることです。今の私が読みたいかどうか。一番良かったことは、本の買い方を根っこから見直せたということでしょうか。以前は本屋さんで気になるタイトルを見つけたら手に取っていました。その場のフィーリングとお財布の状況で買うかどうかを決める。ですが最近はまずは図書館に行って探します。一度借りて最後まで読み切ってみる。最後の1ページまで読んでみて、これは私のバイブルにしたいって思ったら、その時点で本屋さんに向かう。おかげで本棚は何度も読みたい本だけになりました。自分のバイブルが詰め込まれた本棚。ただの保管庫だったこの場所が今では宝箱のように感じられます。それでは8位、収納ケース。家の中を整えようって思った時に、以前の私だったらそれじゃあとりあえずニトリに行ってちょうどいいケース探してみるかっていう具合にケースを買い足して隠す、詰め込む、これを続けてきました。ですが収納を増やしても物がまた増えて、また新しい収納ケースが欲しくなる。
この無限ループで一部屋収納部屋になりかけたことがありました。何かの雑誌で見たんですが、こんな風に書かれていたんですよね。物に合わせて収納を増やすのではなく、収納に合わせて物を減らしましょう。そうか、なるほどって思いまして、一念発起。なるべく作り付けの収納に収まるように物を減らしてみることにしました。大きな収納ケース20個くらい手放したと思います。手放して気づいたんですが、物を減らそうって考えるよりも収納ケースを減らそうって考えた方が断然片付けがはかどりやすい。物を減らそうは明確なゴールがつかみにくいけれど、収納ケースを減らそうは物理的で明快なゴールが見えてくる。小さな違いなようですが、思いのほか大きな差を生みました。ゴールの見えない片付けってだんだんとなあなあになってきてしまうんですよね。捨てようかどうしようか迷ったらとりあえず残しておく。ですがゴールがはっきり見えてきた途端、それは潔い。ゲームをクリアしていくみたいに収納ケースを減らしていく。バッサリ判断を下せるようになっていました。そして驚いたのは買い物の仕方です。これにも変化がありまして、欲しいものを見つけたとき真っ先に考えるようになりました。これ収納ケースに収まるかな。しまうスペースがないなら買わない。どうしても欲しいならスペースを作ってから出直す。おかげですっきりが保てるようになりました。それでは7位、ゴミ箱。私が生まれ育った実家には一部屋に1ゴミ箱ありました。リビングに1つ、キッチンに1つ、洗面所に1つ、そして各部屋にもありました。育った環境ってその後の価値観にも影響を与えますよね。実家を離れて結婚した後も一部屋一ゴミ箱、なんとなくこれが当たり前だと思って設置していました。ですがゴミの日がとにかく面倒。この小さなモヤモヤ、暮らしをアップデートするチャンスでもある。3階建ての一軒家、ゴミ箱を2個まで減らしました。2階のキッチンと1階の洗面所のみです。各部屋でゴミが出たらその都度どちらかのゴミ箱に捨てる。慣れてしまえばこれが当たり前に。とても楽です。暮らしはもっと自由でいい。自分らしく作り変えていけばいい。ゴミ箱から得た教訓です。それでは6位、いつかのためのもの。特にこういった類のもの、可愛いと捨てられないんですよね。いつか使えそうだなと思って取っておくんですが、気づくと埃をかぶっていたり、見つけた頃には好みが変わっていたりして、あれ、なんでこれ取っておいたんだっけって思うことたくさんありました。初期段階での潔さが大切。最近のマイルールはこれです。すぐ使う分しか残さない。どんなに可愛くてもその場で使い道が思い浮かばなかったらご縁がなかったんだなって手放すようにしています。唯一紙袋は誰かに物をお渡しするときに使うので、ここに入る分だけスペースの制限を設けて持つようにしています。手放して思ったんですが、私はいつかを理由に決断を先延ばしにしていたのかもしれません。結局いつかってほとんど訪れない。災害用の備蓄はしっかり持つようにしていますが、クローゼットからいつかが消えて風通しのいい空間に変わりました。管理が行き届くって気持ちいい。決断を後回しにする癖もなくなってきました。5位、化粧品。もともとメイクが好きだったので
たくさんの化粧品を持っていました。ですが、いつ買ったのっていうアイテムがゴロゴロあって、実際のところ非常に不衛生な状態だったと思います。今は1用途1アイテム以下、かなり絞りました。化粧品を減らしてよかったことは、管理しやすくなった、使い切れるようになった、そういったこともあるんですが、それ以上に嬉しい変化を感じています。隠すメイクより生かすメイクに興味を持てるようになった。メイクってコンプレックスを隠すものだと思っていたんですよね。私はもともと小麦色の肌で、ずっとそれがコンプレックスでした。なのでファンデを厚塗りして白く見せる、毎日必死でした。目も大きく見せたくて、あれこれ塗りたくる。それはそれで楽しかったんですけどね。化粧品を減らしたことを機に、私の中で革命が起こりました。化粧を重ねることで仮面を作るのではなくて、化粧を減らしてせっかくの素材を楽しんでみようかなって、そう思うようになったんですよね。最近は小麦肌を隠さずに日焼けメイクを堂々と楽しむようになったり、シミやそばかすをコンシーラーで消すこともやめました。最近興味があるのは、上手に隠すということよりも、内側から生き生きとした元気な肌を作ること。食事に運動、インナーケア。今はそれが楽しくて仕方ないです。シミとかそばかすがあっても、肌の内側から元気だったら、目が好奇心で満ち溢れていたら、いつも口角が上がっていたら、それだけで何割増しにも素敵に見えるんじゃないかなって、そう思うようになってきました。これは決してメイクを重ねることがダメってことではなくて、もうちょっとした哲学ですよね。自己表現でもあるメイクというものに前向きで健康的なスタンスを見出せたこと、それが自分の中でしっくりきていて心地よく感じられる。私にとってはとても嬉しい変化でした。それでは4位、掃除道具。掃除が得意なタイプではないんですが、以前はお掃除アイテムなぜかたくさん持っていました。特にスプレー系のものですが、使うのは最初の数回だけで、忘れた頃に大量のホコリをまとっていました。家の掃除はスプレーのホコリ取りから始まる、そんな私でしたが、やってよかったことは洗剤の種類を減らしたことです。といっても基本は水拭きにしています。コンロの油汚れも温かいうちに水拭きできれいにしてしまう。床も水拭きですし、窓掃除も水で掃除してます。きれい好きな方にはちょっと物足りないかもしれませんが、私が求めるだいたいきれいな状態っていうのは水拭きで十分叶えられるなと気づきました。それでも落ちないとき、やっと登場するのがこの3つのアイテムです。重曹、クエン酸、酸素系漂白剤。この3つ本当に万能で家中で使っています。こういう粉類ってお掃除の上級者向けなんじゃないかなって思っていましたが、たくさんのスプレーを持つよりもずっと楽ですし、安いし便利だなって感じてます。汚れに合わせて自分で濃度を変えられるのも嬉しい点です。粉のまま振りかけてもよし、多めの水に溶かしてスプレーにしてもよし、さらには溶かす水の温度によっても効果を変えられる。なんだか科学の実験をしているみたいですよね。この3つナチュラル洗剤って聞いたことがあったので、私はてっきり汚れを優しく落とす洗剤って思ってました。だけどそれは大間違いで、想像の何倍もしっかり汚れが落ちる。
これには驚きました。はじめはハードルが高く感じるんですが、だいたいこれを覚えておけば大丈夫です。重曹は油系の汚れ、キッチンで大活躍してくれています。クエン酸は水垢とか尿の汚れ、洗面所とか犬用のトイレ掃除に使ってます。酸素系漂白剤はシミを落としたい時や除菌をしたい時に、器とか布の除菌、漂白、それからトイレとかお風呂の掃除に使ってます。私は初めのうちはメモを見ながら使っていたんですが、だんだんと塩と砂糖を使い分ける感覚で慣れてきます。専用スプレーは今は一つもありません。あれこれ買わなくてもこれさえあれば大丈夫。掃除が得意でない私に自信をくれたアイテムたちです。それでは上位3位見ていきます。3位、季節物の雑貨。お花見に七夕、ハロウィン、クリスマス、お正月、イベントがあるとより季節を感じられて気分も華やぎますよね。先日100均に寄ったんですが、すごかった。ハロウィンの雑貨が棚にたくさん並べられていて、つい見入ってしまいました。可愛いものもたくさんあったので、以前の私だったら買って家に飾っていたと思います。ですが今回は何も買いませんでした。もともとは季節ごとに家の雑貨を入れ替えてイベントごとを楽しんでいたんですが、だんだん回数を重ねるにつれて、お楽しみというより今年も飾らなきゃって思うようになってしまって、どこか憂鬱さを感じている自分に気づきました。それこそ大きな箱をいっぱいいっぱい季節物の雑貨を持っていたんですが、思い切って手放しました。今あるのはこれだけです。これは小さなクリスマスのオブジェ、それからお正月の干支の飾り、この2つだけを残してみました。あまりの少なさに寂しすぎるかなって心配もしたんですが、そんなことはありませんでした。家の飾りが少ないからこそ、街の景色とか旬の食材とか小さな季節感を敏感に受け取れるようになった気がします。今の私はこれで十分幸せ。ここでの気づきは、物を持つことで時に自分を消耗させてしまうことがあるということです。だからこそ、これを持っていて私は幸せかなって自分に問いを投げかけてみる、この習慣が大事だなって感じました。それでは2位、料理。これは物ではないので今回のランキングに入れていいものか迷いましたが、どうしてもお話ししたかったので入れちゃいます。料理のミニマム化ってどういうことかと言いますと、以前まで手の込んだ料理をパパッと作れるようになることが料理の終着点だと思ってました。煮込んでこねて秘伝のタレなんかを入れてみたり。ですが私がそんなことを始めようものなら半日かかってしまいます。実際我が家の料理は品数も少ないし簡単なものばかり。貧相で申し訳ないな、そんな気持ちで食卓に並べていました。ですが最近栄養の勉強を始めて気づきました。シンプルな家庭料理は最高のごちそうである。家で食べる食事って何が大事かって、一番は健康的な栄養摂取なんですよね。だからどこかのレストランを目指さなくたっていい。体が喜ぶ料理だったら100点満点。時間をかけなくても OK。 調理もシンプルで OK。 最近は野菜も魚もいっぺんに蒸してドーンとお皿にのせる。そしてレモンを絞るだけ。
見た目は地味ですが添加物は入ってないし、カロリーも控えめだし、食物繊維もタンパク質も取れる。体が喜ぶ100点のごちそうだと思います。細かく切る必要もありません。大きめに切った方が咀嚼回数が増えて胃腸にもいいはず。今日の料理は栄養100点満点だよって堂々と食卓に並べられるようになった。感動したのは調理がシンプルになった分、素材の味を楽しめるようになったことです。野菜ってそのままで十分美味しかったんだなって大切なことを思い出せたし、なんだか感謝の気持ちも湧き上がってきました。体も心も満たされる食事ってこういうことかもしれないですよね。それでは1位に参りましょう。1位は衣服です。100着以上あった服を20着程度に減らしました。減らす過程で感じたこと、考えたこと、本当にたくさんありました。何が良かったかって、飽きる頃にちょうど買い替え時期が来ること。服が減るとファッションを楽しめなくなるかなって思っていたんですが、むしろ少ないからこそ着用頻度が増えて買い替え時期が早く来る。気分に合わせたファッションを楽しめる。秋っぽい私にはちょうど良かったです。そして一着を最後まで着尽くせるようになった。厳選したお気に入りをボロボロになるまで着尽くせる喜び。シンプルに気持ちがいいです。衣替えが不要になった。100着あった頃は年に2回衣替えをしていました。今は不要。服が少ない分風通しも良くなって防虫剤もいらなくなりました。最後は自分の声に耳を傾けられるようになった。これが一番良かったって感じていることです。服を減らす過程で思いました。私、他人の目を気にしすぎてないかな。私って本当はどうありたいのかな。普段こんな風に考える機会なかなかないですよね。一つのアイデンティティでもある服を最小限に減らすってなったら、自分と向き合わないわけにいかなかった。そうやって厳選して残った服は、自分自身が自然体でいられるものばかりでした。他人ではなく自分にフォーカスできるようになった。背伸びせず気負わずナチュラルでありたい。私の中にあった静かな声に耳を傾けられたこと。服を減らすことが人生そのものを見つめるきっかけになるなんて、私にとっては想像もしていなかった嬉しいプレゼントでした。はい、ミニマム化してよかったアイテムベスト10、いかがだったでしょうか。独断と偏見でお送りさせていただきました。今の時代、物が増えていくことはとても自然なことだと思います。だからこそ足し算ではなく、あえて引き算を選んでみる。別の角度から見る世界はとても新鮮で、生き方の可能性までを広げてくれた気がしています。私はまだまだそんなシンプルライフジャーニーを楽しみたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。引き続きリクエストもお待ちしております。それではまたお会いしましょう。